この緑豊かな自然を守っていくことが使命であり、未来の姿を思い浮かべながら焼酎作りを続けていきたいと考えています。私たち霧島酒造は1916年に創業しまして、創業100年を超えています。自然と共に共生し、地域と共に歩んでいく、それがとても大切だと考えています。弊社は1日400トンのさつまいもを使っています。そこから約300キロリットルの焼酎が出来上がります。それと同時に焼酎粕という副産物が約800トン、その焼酎粕からメタンガスを取り出し、ボイラーのエネルギーに変えたり、また発電も行っております。 DX 推進本部はデジタルの力を利用して会社をいい方向に変えていく社内の DX を推進する部署となっております。アプリの開発はまずは現場で使っている帳票をデジタル化しようというところから始まっていきました。芋のカスと焼酎カスをリサイクルプラントに受け入れて、バイオリアクターに供給し、そのメタン発酵によりバイオガスを生成して蒸気ボイラーだったり発電機の方に燃料として供給を行っています。24時間3交代で40人ぐらいで運転してるんですけど、現場の点検記録が今までずっと紙で、紙に写したのを打ち込んだりとか、写真を撮ってパソコンに入れて貼り付けるとか、すごく面倒な作業をしてたんですけど、なんかいいツールがないかいろいろ探した結果、ファイルメーカーにたどり着いて、紙の時は、1日が点検で終わるような形があったんですけど、ファイルメーカーを使用することになってすごく便利になりました。1日の作業予定、トラブル、あとは機械毎日毎勤務、点検しても、効率よくできるようになりましたので、その空いた時間を利用して分析もできますし、これから先の、3年後とか、それの考察までできるようになりました。自分たちで使いやすいアプリケーションを作れる内製化では、クラリスファイルメーカーが一番合っていると思います。私は全体を作り込むではなく、一部機能として動かないものを動くように手伝わさせていただいておりました。業務内容をよく理解されている栗山様のような方がクラリスファイルメーカーを使っていくことで DX がどんどん進んでいくと思っております。開発は一度も経験ないんですけど、教材がネット上に広がっているので、現場の人たちからここ修正してくれとか、いろんな要求があった時にそれをすぐ修正できる、そういった効率的な開発修正が進められることが本当にファイルメーカーの良さを感じてます。すごく楽になったっていうのもあって、めちゃめちゃ嬉しかったです。全社を通して利用する部署が増えております。各部署の散らばったデータを次元管理して活用することで、社内の横のつながりがより強固なものになったと感じております。検定酒の味わいをデジタル化することや仕込みのデータを紐付けることで、開発のサイクルが速くなっていき、世の中に新商品を届けることができると考えております。重要なデータを蓄積して、そのデータをしっかり有効活用していくデータドリブンな企業を目指していければと思います。2030年までに CO2 排出量を実質ゼロを目指すということを宣言をさせていただいております。工場のエネルギーの有効活用をさらに発展させる、この電気を使って EMO と名前を付けた電気自動車を導入をしています。まさにさつまいもから電気ができて、さつまいもで車が走る、こんなことはとても100年前は考えていなかったでしょうし、この姿勢が次の100年を作っていくと考えています。